そっから始めてんのパパ。遠隔操作なの？で、パパが今、よし、ひまちゃん始めるよって言ってもひまが TikTok 撮ってるから、ね、まだやんないのみたいな。いつもひまが録画ボタン押すのにさ、で、なんでかなって思ったらパパが遠隔操作してました。一斉のせ、こんにちは、ひまです。くぎょうですね。私のね、動画を見てくださっている皆さんは結構、受験生のみんなが多かったりだとか、あともう来年から高校生になりますっていう子も多かったりとかすると思うので、今回はこれから高校生になる方にも、そしてこれから新たな道を行く方にも、ちょっと届くような、動画になればいいなと思いまして、今回はですね、インスタフォロワーさん18万人に聞いた、高校入学するまでにやっておいた方がいいことを、たくさんね、皆さんと一緒に見ていこうと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー！というわけで、早速ね、見ていきたいと思います。インスタのストーリーでですね、こういう感じで募集しました。じゃあ、早速ね、高校入学までにしておいた方がいいこと、見ていきたいと思います。まずは、どうしようかな。これいいね。はい、インスタとか LINE のアイコンをいい感じのやつにする。これは確かに大事かもしれないです。やっぱり、インスタをまずやっぱ交換するのは入学式で。入学式めちゃくちゃ聞かれましたね。思い出したわ、懐かしい。そう、ちょっと入学式正直めちゃくちゃ人多くて怖くて、同じクラスの子は、学校のその友達用のアカウントを交換したかなって思います。女子3、4人かな。でももっと交換してるからもっと交換してた。で、なんかその時に、だいたい、なんかインスタ見てるとアイコンとかで、雰囲気がわかるのよ、その子の。だからなんかいい感じのアイコン、心機一転っていう意味でもアイコンを変えるのはすごくありかもしれない。次。いやー、いろいろあんのよね。これ、いいね。これめちゃくちゃ多かったです。中学のお友達とめっちゃ遊ぶこと。離れちゃうと本当に会えない。これは本気で私もそうだと思います。なんか本当に仲がいい一人とかならまだ全然会うんだけど、でも、クラスメートとかはもう全く会わないのよ。別に会いたいとは思ってるんだけれども、なかなか会う機会がないからさ、同窓会で会うとかなら全然なんていうのわかるし、ただ頻繁に本当に会えなくなっちゃうから、今のうちにたくさん会って、遊んだりとか話したりとかすることもとてもいいと思います。次。いいねいいね。これね、ヘッドホンかイヤホンはあった方がいい。そうですね。そうだね。イヤホンとヘッドホンは買っておくべきかもしれないです。どっちか。どっちでもいいと思います。なんかその、登校の時にイヤホンしてるとすっごく気分が上がるし、ほんと朝に音楽を聴くってめちゃくちゃテンション上がるんですよ。だから私も入学の時もずっとイヤホンしてたね。イヤホンしながら学校通ってました。テストの時とかは YouTube を流しながら、聞きながら学校行ったりとかは結構してたかな。ただイヤホン禁止な学校もすごくあると思うから、そこら辺は気をつけてください。次。中学の復習、特に数学と英語。特に数学と英語なんだ。でもそうかもしれない。私的には、英語が結構大事かな。中学の時の復習をやっぱね、やっておくとね、基礎がなってるから、高校から結構さ、英語演習みたいな。多くないですか？論理表現とか。いろんな言い方があると思うんだけど、英語がね、ほんととにかくね、私は基礎が本当になってた方がいいと思うから、英語は単語とか、SVO とかもそういうのもでもいいですし、なんか文系でもいいし、なんかね、とにかく基礎、中学の時の基礎が大事かなって思います。でも受験終わって勉強なんてしたくないよね。しなくていいと思うけど。受験終わったならもう勉強する必要ない。高校入るまでね、この春休み期間。ただ基礎やっておくととても自分のためにはなるかもしれないね。はい。ね、多いわ、これ。美意識高める。第一印象大事。これはね、そうかもしれないですね。みんな言ってるね、メイクの研究だとか。これ、掃除で言うと、美意識高める垢抜けってことだと思うんですけど、自分メガネ。自分磨き、髪型とメガネとか、自分に似合う髪型見つけるとかね、アイプチで二重にするとか、顔痩せとか、お肌をきれいにするとかね。多分そういうことを言ってるんでしょうけど、結構ね、ありますね。高校から
より楽しむためにも自分に自信を持つことはすごくいいことだと思いますし、まあでも笑ってれば顔痩せになるし、気分も上がっていくと思うので、まあでもね、その期間に、3月から4月にかけて、結構いろんな YouTuber さんとか、赤抜け YouTuber さんとか見て、美意識を高める方法だったりだとか、結構そこがね、いいね、分岐点になるっていうかね、私はそうでしたね。高校になるにつれて、ちょっと大人っぽくなりたいなって思って、足パカストレッチとかもやってたかな。続いたかどうかわかんないけど。そう、とかは大事でしたね。あと証明写真が盛れるように、しっかりとって言ってる子もいますね。これめちゃくちゃいい。宿毛矯正かけたくてもまだかけていない子がいたら、このタイミングがおすすめです。本当にそうだと思います。宿毛矯正ってかけるのにまず1日ぐらいかかるじゃん、本当に。3、4時間かかるんですよ。美容師さんによってですけど。結構体力も使うのよ。座ってるだけではあるとはいえね。で、あと宿毛矯正をしたら、大体1日ですけど、髪結んじゃダメじゃない？だから、なかなかタイミングがないのよ。そう。だから、今のうちに宿毛矯正をしちゃうっていうのはありかもしれないです。あと、高速で宿毛矯正ダメな子多分いるから、多分どっかにはあると思うんだよね。だからそういう子は今のうちに宿毛矯正しちゃうのも、多分裏の手ではあるかもしれないですね。すごいいろんなこと書いてくれてるなぁ。これいいね。埋没しましたって子もいますね。いいね。結構今の時代ね、埋没なんて当たり前ですから。どうしても、アイプチで二重の癖がつかなくてっていう方とか、大変な子とかもいっぱいいると思うし、だから私は埋没とか超賛成派で、そう。だから埋没とかも結構ダウンタイムとかね、あったりとかもすると思うから、春休みの期間にやるっていうのは一個の手かもしれません。そう、今さ、結構いたよ、友達に埋没してる子。入学式の時に、埋没したのかなって子も、普通にいましたね。いる。全然あるある。それも一個自分磨きの一個ではあると思うから、あとは本当に自分の選択肢かなと思います。次、キーホルダーとか筆箱とか持ち物が友達と話すきっかけになるから可愛いの持っておいて損はない。本当にそうです、これは。正直、筆箱が同じだったりするだけで仲良くなれるし、この子気合うんだなってのもわかるから、結構これ大事かもしれない。自分の趣味で溢れた筆箱とか持ち物にするのはありかもしれないです。私はマリクアのポーチと筆箱とハンカチを揃えていきました。いやー、身だしなみ多いなー。眉毛整えるとかね。やっぱり、ちょっとだけでも高校の予習するの大事。特に数学ですね。すごいなー。みんなすごいわ。私立の子はナチュラルメイクの練習。校則厳しいと結構バレやすいみたいだからナチュラル極める。いやー、いいね。そうね。正直、ナチュラルメイクって、高校を楽しむためには必要だと思います。私は本当にこれ、同じ学校の皆さんに言いたい。してない。もう本当にね、先生にもめちゃくちゃ言われるの。もう本当に嫌だよね。で、中学の時から私スクールメイクの動画とか出してたから、中学の時からひまはスクールメイクをしてるみたいな中学の時も言われてたのよ。でも本当にしてないから。本当にしてない。ごめんなさい、それだけ言いたかった。あとやっぱり、友達の作り方をある程度学んでおく。いや、これもね、そうだよね。大事だよね。友達の作り方ね、難しいのよ、友達の作り方。これとかもまた動画にできたら嬉しいな。友達の作り方ね、いいかもしれない。私の友達の作り方って何だったんだろう。私は人に声をかけられないタイプなので全然でしたね。でも一回覚えてるのは、本当に友達がクラスにしかいなくて悲しくて、帰ってたら女の子がいたんですよ。声をかけたんです、私。やばくないですか？で、何回か一緒だったんですよね、通学路が。多分。朝も一緒で電車が。で、こう歩いてて。で、ねえねえ、友達になってほしいなみたいな。よくないですか？今考えたら。そしたらその子なんて名前なんていうのって言ったら、ひまりって言われて、みたいな。私もひまりみたいな。ひまりちゃんね。仲良くなりました。いいね、かわいい。美容院とかに行って前髪とか触覚可愛くしてもらう。すごくいいと思います。やっぱ美容室行って聞くのが一番いいかなって思うね。同じ高校に行くお友達を見つけて DM で話しておく。これあるあるだね。いいね。ハッシュタグとかでね、検索すると結構出てくるんですよね。ひまひま高校だったらひまひま高校 JK みたいな。とか、結構出てくるのよ。でも、結局そこで仲良くなっ
てる子あんま見たことないんだよね、ひまはね。そういうので学校行って実際初対面でも話せるみたいな子も多いから、まあね、それがいいか悪いか分かんないけど、でもまあ、それができなくても焦る必要はないです、とにかく。大丈夫。会って話して仲良くなるってこともあるから、人それぞれだけど、一個の手段としてはめちゃくちゃありだと思います。あ、いいね。笑顔の練習。これが結局一番大事。笑顔大事だね。やっぱりどんな垢抜けよりも一番はやっぱ笑顔が、一番初めの垢抜けだと私は思うので、笑顔が一番初めの垢抜けだと私は思うので、笑顔を極めて、楽しい時の笑顔は普通に楽しい時に出せるようにとか、本当に楽しいことを想像して笑えるように、まあ、鏡とかでもいいし、たくさん笑うようにすればいいと思います。だから本当春休みの期間に楽しいことをたくさんして笑えばいいのよ。そういうこと。はい、来ました、最高。ひまちゃんの YouTube 見て可愛くなるための研究をする。これが1位です。ダントツ1位。ひまの動画を見ればみんな明るく元気になれちゃうので、笑いたい子も笑顔になりたい子も、ハッピーになりたい子も、みんなひまの動画を見てくださいね。メガネからコンタクトとかね。はい、なんと、私の仲いいまこちゃんからですね、来ましたので、見てみたいと思います。まこちゃんは横田まこちゃんなんですけど、お母さんが穴井優子さんで、ママも穴井優子さんの仲いいというね、仲良しです。そのまこちゃんから来ました。趣味を見つける、共通の話題が生まれたりすると思うから大事です。やっぱそうだよね。敬語で書いてくれてる。ありがとう。趣味作るのが、まあ結局一番私もいいなって思ってて、まあ何の趣味かにもよるけど、アイドルさんとかはね、一番いいよね。やっぱり。いろんなことに触れてみるっていうのは、一個いいかもしれないですね。カフェとかね。私入学してすぐ仲良くなったこと行くカフェとかも、春休みにすごいカフェ行ったから、行くところもすぐ決まったし、楽しみにしてていいと思います、高校を。その不安になんなくていい。高校確かに勉強も大変だし、友情関係もいろいろあると思うし、私は中学が一番楽しいって思ってたけど、高校行っちゃえば高校も意外となんていうのなんか楽しいなって思っちゃうんだよね。だから高校はほどほどに頑張りつつ、でも中学よりはもっと弾けちゃって楽しむのもありだなって思います。というわけで、じゃあ最後の1個。いいねこれ。絶対にマスクは外しておいた方がいい。これも確かに多かったですね。でももうマスクはした状態で入学したんだよ。だから正直今日マスク外しづらかったんだけど、今はなんとも思わないけど、最初から外しておいた方が、外さないといけないのかなみたいな、そういう悩みが、なんか、なくなるから、一個でもその入学後の悩みを減らす方法として、取って入学するのはめちゃくちゃありだと思います。というわけでこれで以上でーす。今回は高校に入学する前に準備しておいた方がいいことをインスタで募集して、18万人の皆さんに聞いてみました。とにかく気持ちが大事です。楽しむっていう気持ちがあれば十分だと思うので、皆さん高校生活存分に楽しみましょうね。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。ちなみに今日は髪の毛がハートになってること気づきましたか？なかなか会う機会がないからさ、修学旅行とか、違う、全然違う。今ちょっとごめんなさい、脳のここら辺で話してた。自分の頭を超えてましたね。はい。同窓会を修学旅行と間違えてしまいました。